昭和20年8月15日、放送は正午から始まった。ただいまより重大なる放送があります。全国の聴取者の皆様、ご起立願います。天皇陛下にお課せられましては、全国民に対し賢くも御自ら大正をのたまわらせたもうことになりました。これより謹みて玉音をお送り申します。各世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって自局を収集せんと欲し、そこに終了なる男児臣民に次ぐ秦は帝国政府をして米英史と四国に対し、その共同戦1945年8月15日、私たちはこの日まで長い間兄弟だった。今、なぜ憎しみ合い、罵り合うのか？ 2020 年3月13日、もはや日韓は断交寸前である。でも、待ってほしい。断交する前に、このお言葉を一度聞いてほしい。天皇陛下の詔書である。いわゆる玉音放送である。8月15日。この日まで私たちは同胞だった。同じ夢を志す同志だった。なぜ今私たちは敵なのか？なぜ今私たちは破局を迎えるのか？現代語に訳して伝える。天皇陛下お言葉。私は深く世界の大勢と日本の現状について考え、非常の手段によってこの事態を収拾しようと思い、忠義で善良なあなた方、臣民に告げる。私は帝国政府に、米国、英国、中国、ソ連に対してポツダム宣言を受け入れることを通告せしめた。そもそも日本国民の安全を確保し、世界の国々と共に栄え、その喜びを共にすることは、私の祖先から行ってきたことであって、私もそのように努めてきた。先に、米国、英国、二国に宣戦を布告したのも、我が帝国の自立と東亜の安定を願ってのものであって、他国の主権を侵害したり、領土を侵犯したりするようなことは、もちろん私の意思ではない。しかしながら、戦闘状態はすでに4年を超え、私の陸海将兵の勇敢な戦闘や、私の官僚、公務員たちの勤勉な働き、私の1億国民の努力、それぞれ最善を尽くしたにもかかわらず、戦争における状況は良くならず、世界の情勢も我々には不利に働いている。それだけではない。敵は新たに残虐な爆弾を使用して、何の罪もない多くの非戦闘員を殺傷し、その被害は全く計り知れない。それでもなお戦争を継続すれば、最終的には日本民族の滅亡を招き、そして人類文明をも破壊することになってしまうだろう。そのような事態になったとしたら、私はどうして我が子とも言える多くの国民を保ち、先祖の霊に謝罪することができようか。これこそが政府にポツダム宣言に応じるようにさせた理由である。私は日本と共に終始、東亜の植民地解放に協力した友好国に対して、遺憾の意を表さざるを得ない。帝国臣民にして戦場で没し、職場で殉職し、悲惨な最後を遂げた者、またその遺族のことを考えると体中が引き裂かれる思いがする。さらに戦場で負傷し、戦火に遭い、家や職場を失った者の構成については、私が深く心配するところである。思うに、これから日本の受けるであろう苦難は大変なものになる。国民たちの負けたくないという気持ちも私はよく知っている。しかし、
私はこれから耐え難いことを耐え、忍び難いことを忍んで将来のために平和を実現しようと思う。私は、ここにこうして国体を守り、忠義で善良なあなた方臣民の真心を信頼し、そして、いつもあなた方臣民と共にある。もし、感情的になって争い事をしたり、同胞同士がいがみ合って、国家を混乱に陥らせて世界から信用を失うようなことを私は強く懸念している。国を挙げて一つの家族のように団結し、子孫ともども固く新国日本の不滅を信じ、道は遠く責任は重大であることを自覚し、総力を将来の建設のために傾け、道義心と思想を固く持ち、日本の栄光を再び輝かせるよう、世界の動きに遅れないように努めなさい。あなた方臣民は私の気持ちを理解し、そのようにしてほしい。以上。日本人は戦後、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、中国、韓国からの不条理な難癖にも黙ってうなずき、天皇陛下と共に世界平和を構築すると天に誓った。そうした取り組みが、かえって韓国人にとって弊害をもたらすことになってしまったならば、悲しい限りです。悲しむべきは、韓国人は敵が誰であるか？どこにいるか？を理解できていない。結論から言えば、韓国をダメにしているのは、言論の自由がないことだと思う。そして、今までの嘘と捏造の歴史を正さなければいけないことだと思う。真実を国民が知ることで、本当の民主国家が生まれる。民主国家に生まれ変わることで、真に日本人と韓国人は分かり合えるのではないだろうか。残念ながら、嘘と捏造が蔓延し、賄賂と汚職が発生する政治を正すことができなければ、言論の自由と真実を国民が知ることもなければ、日本人と韓国人が理解し合うことはない。日本では昔から武士に二言はないと言って一旦発言したものは命を懸けて覆さないことが名誉だった。子供の時から嘘ついたら針千本飲ますと約束を交わした。比べて韓国はどうか。その場しのぎの嘘に嘘を重ねることが文化となってしまった。気高い日本に反して卑しい韓国を作り出してしまったのは、戦後日本の政策失敗に起因していると、今、日本人はようやく何が間違いであったかを知ることができました。繰り返します。日韓は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。私たちは同志だった。敵は別にいます。もう一度話し合いませんか？